こんばんは、フェマールでございます。今日は趣向を変えましてポツンと一軒家的なことやりますんでよろしくお願いします。まずこちら、国道365号線の交差点右へ曲がりますね。ここからがそのポツンと一軒家の始まりとなりますんでよろしくお願いします。先ほどの交差点を曲がっていって奥の方高森町というところ入ってきました。これをさらに向こうに行きます。そうすると目の前に山が見えてきます。その山の上にその謎の施設があるそうなんで、私も行ったことがないんでその辺どうなってるか楽しみですね。はい、ではこの横根町というところに入ってきました。今回はここをメインとする動画ですね。お寺があります。これはなんだ、信州の清願寺さんかなって書いてありますね。ここはないんか。まだ集落ですけども、そんで今からそのポツンとうんちゃららんとこの目的地の関係するこれですね。右手にあるこれが観音堂と書いてあります。これを脇目見ながら行きます。でここからはその一本道で真正面に人から聞いたんですけども、すごく樹齢800年の松の木かこれはがありますね。ここは後から行きます。林道って書いてある。林道なんて書いてあるの、もう文字が消えてもてるね。林道って書いてあるけど、でも林道なんだ。ここ右手は日吉神社となります。さあここからが林道にはなってますけども、謎の場所ですね。これってさ、ほらなんでここで交差点なんだよ絶対違うやろ。この表示してあげたやつ。でもこれって行き止まりにするために置いてあるけど道やったんかもしれんねこれ。多分道あるんですよどう考えたって大道路作ったやつ。あれなんか道やるな。都会だ道。これも道悪い。これ道やんけ。これ道やろ。ナム観音寺って書いてある。ナムコ？アシュラさんか。これ多分なんか昔の道じゃねえこれ。わあすげえ緑の壁。苔の壁になってる。右もなんか道っぽいな。右も若干違うかな。うわもう絶対帰るときはね。めっちゃ滑るぞこれ。これもまたこれも旧道だろうねこれ。ってことは後ろから道があったのか。でも後ろ見えないな。多分なんかあるぞ後ろに道ある。あるんだ。やっぱりさっきの続きでしょうね。僕はそのオチは知ってはいるんですけども、ただ行ったことがないんで。ここもほらやっぱなんかすごいな。これも石像みたいなのあるし、だからこの山一帯がそういうなんか霊験新たかな場所なんでしょうね。そこにも石像割れてるけどある。分岐点よ。右でしょ。登れ。でも急だね。めっちゃ急じゃねこれ。めちゃくちゃ急やんけ。車だったら余裕。でも前が道だよ。そうだね。
ないかな。あのここそうしたよ。あ、しかもガタガタやし。あ、めっちゃ石像ある。なんかここに道ある。こっち道あるんだ。ここほら見て見て、めっちゃ石像がいっぱいある。じゃあ国ありすぎて怖いわ。これ玉川観音的なやつやな。なんかたくさんあるやん。そうそうそう、その一つの場所で30個の場所を生きるってやつじゃない。なんか建物で出てくる。お怖い。おすげえ最初びっくりしたんだけど俺。かっこいい。かっこいいっていうか俺的には怖いんだけど。すげえ。はい、これ頂上これがポツンと一軒家の家じゃねえじゃん。家あるやん。一応家あるじゃねえか。置いてみましょう。はい、それじゃあ頂上を着きました。謎の山奥はこのようなすごいかっこいい、なんですかね、仁王像かがそそり立ってますね。そしてなんとやっぱ山の上ですね。頂上の景色が多分いつもあるんだね。ベンチもあって、越前市街が一望まではいかんけど、でも大概広く見えますね。林道の終端、こんな風な観音寺だったらしいんですよね。まあですよっていうか、今でもあるはあるんですけども、なんとこれ昔は本当はお社があったそうです。聞いた話によると、この観音様のここの部分にでっかい建物があったそうです。それが何らかの理由で焼けてなくなってしまったそうです。ああ、すげえバッキバキやな。完全にボディービルダー選手権行ったら完全優勝やね。横根寺かと思ったら黄金寺らしいんですね。黄金寺。はい、失礼します。めっちゃ立派な。立派じゃね、めっちゃくちゃ。これが航空写真から見たら上からじゃわかんないけど、横から見たらとんでもない壮大なもんだったってことですね。ベンチがクオリティ高、石でできてる。お墓の石でできてるぞこれ。ここに名前変えたら墓石になりますよ。まあ僕のお墓こういうベンチにしてもらおうかな。いいやん、こういうここにフェマールの墓って書いたらさ、なんかもうみんな座ってここでバーベキューできるやんけ。ワイワイ楽しいやんけ。でこの下にこのセマルの骨が入ってる。そうそうそう。骨が生まれてて、骨が焼けるというね。怖すぎるよね。おにぎりさんがお賽銭しようとしたんですけど、お金が全部イコカにチャージされてしまって、ここでイコカが使えないという。ぜひ、ここイコカのリーダー置いといてください。もうイコカごとぶち込む。お前イコカごと入れときや、全部。これ、建物あった時はもっとすごかったんやけど、この置いてあるもんがすごいよな。ほら、こういう彫り物もお金かかってますねって感じ。そして灯籠にハートが書いてあるぞ。ハートでしょ。面白い灯籠だな。夜間と、変わったデザインだね。お地蔵さんが、お地蔵さんじゃないな。仏様だね。で、この謎の建物がね。これ、トイレですね。これ、小便器。横に5人ぐらい並べますね。5人ツレションしてる。まあいいや。これは大便器かな。やべえ。うわ。まあこれはモザイクもんだな。いい音やね。おそらくこれはこの一箇所でまあそれぞれのお寺巡りができるようにっていう例のパターンじゃないかなと思いますね。後で拝んできます。へえ、すごいな。はい、では下ってまいりますけども、さっきの分岐点を右曲がってみましょう。多分行けると思うんだけど、ここ右曲がりますね。明らかに車道だね。うわ、急だね。めっ
ちゃ急やけど車通れる道ではあるよな。どうにしよう。ああ、さっきの車道につながるんだ。さっきの向こうの林道の先へ行くんだね。急だね。おお。こんな時エンジンブレーキだな。おほほ。おほほ。ちょっと他の人はやめた方がいいですね、これ。危ねうん。怖っ。おお。え。やべえやべえ。あ、怖え。斜め向いてる。怖え。やべえ。うわ、怖え。めっちゃ斜め向いてる。めっちゃ傾いてたわ。よかった。怖え。あ、怖え。あ、道があるわけじゃないんだ。なるほど。駐車場だ。駐車場かよ。そういうことか。ここへ車を止めて、さっきの観音様のところへ行くための駐車場だったんだよね。で、さっきの今降りてきた道もあれは車寄っていうか歩くよって感じだよね、多分。なんとも言えない。あれは多分歩くための道だから、なので皆さんはここ歩いて行ってくださいね。これをこいつ下ってきたんかい。俺さ、ここの左の方見てたら、やべえもん。だってもう下がさ、もうしかもすごいなんか段差あって、段差っていうか、このさずれたら横転してるぞこれ。用水路怖え。危ねえ。じゃあ下っていきますんで、まあしばらくそこまでカットします。神社古いね。では降りてまいりました。左手に日吉神社があります。で右手に、なんか有名な水らしいです。そこ止まってみましょうか。では林道を降りてきまして、こちらに観世音菩薩っていう標石かなんか、標石っていうかありますけども、新たかな観音水と書いてありますね。この木々が800年とか1000年とかの松の木だそうで、この二股に分かれてるのがこれ鳥居みたいになってますね。で上もすごく何本も分かれてるし、で夫婦杉的な感じになってるのかな。それだけで霊験新たかですね。そしてここのお水が、まあ知人の方に聞いたんですけども、相当有名らしくて、お茶の世界でもこちらのお水汲み込んで使ってるっていうこと聞きました。いっぺん飲んでみようか。めっちゃ柔らかい。うまいとかっていうか、舌触りがすごい滑らか。要は美味しい水です。なんかまあ水道水と比べたら申し訳ないんですけど、ものすごく柔らかい。舌触りがいいですね。なるほどね。これはまあ汲みに来るのはよくわかりますわ。これはまあほんとすごいわ。これは本当神木になるのかな。これは霊木と言った方がいいかなっていうレベルの、もうこれだけでもパワースポットなんですよね。ここくぐると絶対いいことあるよ。これをくぐって水飲めばめちゃくちゃ運気が上がると僕は確信しますね。これなんだろう、そんな気がしてならない。はい、では下へ降りてきました。これが観音堂霊照山黄金寺さんでいいかなと思いますけども、でこの上の先ほど頂上の奥の院の観音様のところにもこういったお社というか、お社じゃないな、こういった建物があったんでしょうけども、まあその火災によって消失しちゃったという話ですね。これはい、じゃあ今回はこちらの方の、黄金寺さんかなにやってまいりました。ちょっと小声でごめんなさい。山の上にポツンとありましたけども、このような大きいお社が昔はあったんだと思います。そういった霊験新たかな名水と、あと観音様市街が見えるいいところでしたんで、パワースポットだと思います。皆さんもお越しください。ではおやすみなさいませ。バイバイ。